皆さんこんばんは。ムーパラチャンネルより生放送でお送りいたします。国家非常事態対策委員会司会の立花健三です。この番組は今起こっている世界情勢、そして日本を取り巻く環境、政治経済外交とあらゆる問題を通して日頃我々が知り得ない情報を皆様にお届けし、またそのことを共有できればという思いでお送りいたしております。それでは早速いつものお二人のコメンテーターをご紹介させていただきます。お二人とも世界平和委員会の代表でいらっしゃいます。まずはじめに空手道本庁武道総本庁の総裁でいらっしゃいます聴導院大隠し、そして国際ジャーナリストおよびノンフィクション作家でいらっしゃいますベンジャミン・フルフォードさん、いつものお二人とともにお送りいたします。さて、今日はですね、実はこの番組が終了と同時に、続くみたいなもんなんですけど、特別企画としてですね、この666イルミナティの革命のためのテキストというこの本をお書きになられましたアレキサンダー・ロマノフさんが今日はお越しいただいております。このアレキサンダー・ロマノフさんっていう方は、ロマノフ王朝のずっと血筋を引いていらっしゃる方です。後ほど私の代わりにベンジャミンさんが通訳となられて、いろいろとこの3人でまたいろいろ面白いお話をお聞きできるかと思いますんで、ぜひ楽しみに、この番組が終わってすぐ続きますから、皆さん最後までよろしくお願いいたします。それとですね、またベンジャミンさん、最近一番新しいこれ何ですか、サイバーハルマゲドンっていうのが新しく出版されてますけど、どういう内容なんでしょう。やっぱりね、あんまり報道されてないんですけれども、今ものすごいサイバー戦争が世界的に起きてて、コンピューターのハッキングとか、その人工頭脳とか、要は世界の金融と軍事覇権争い、だんだんとコンピューターの世界になってるんでですね、でその観点から今起きている世界の未来をめぐるその戦いの裏側を見せているつもりです。日本は今世界で一番信用のある国です。金融においては平和国家ですし、で日本は世界最大の外貨を持っている国なんですよ。ということは、日本の政府が決断をすれば、英断をすれば、人類1人当たり1000万円の、資金を開発に充てると。学校、病院、道路、グッズ、教育、あらゆるものに充てますという発表すれば、みんなが日本についていく。だから僕ずっと前から日本が早く国際経済企画庁を立ち上げて、世界各国の貧困対策や環境対策をやれば、それは日本の企業のビジネスチャンスにもなる。で、今欧米の金融マフィアは世界的にもう嫌われてるんですよ。悪いことばかりやってきたんで、あと約束ずっと破ってきたんで信用がないんですよ。で、金融システムっていうのは最後は信用なんですよ。金とかいう本位制という議論もあるんですけども、じゃあその金の権利誰のものですかと。一番信用のある人ってなるわけ。結局信用なんですよ。で日本は世界一番今信用を持っている。ただし、60年間長距戦のいじめを受けてて、なかなか立ち上がろうとしないけれども、今はチャンス、時が来てるんですよ。日本は再び独立国家になることができます。で、その時ペンタゴンを雇うんですよ。ペンタゴンが雇って世界発展事業をやらせるの。ペンタゴンは機動力あるから、それを平和部隊に切り替えて、あの人たちとにかく飯食いたいから、それは食わせるから、今度戦争じゃなくて平和的なことやって、であと海賊退治とかそういうのもどうぞって感じでお願いしますって言えば、ペンタゴンほうほうについてくるよ。本当に。だってアメリカの政府今お金ないから、そのままだとみんな失業者になるから。この地球を支配してきた力というのが、ギリシャだとかローマだとかね、
こういうまた産業革命の後のスペインだとかポルトガル、オランダ、英国、次はそれじゃどこだとこうなってくるわけだけど、もう一回ユナイテッドキングダムが力を盛り上げてくるわけど、これまだありえないし、スペインなんかはもうとんでもない失業率で経済破綻で、スペインの力で世界の支配力ができるわけはない。ポルトガルも同じだろうと。昔の帝国を築いた連中は今はもう落ちてるわけですよ。でどんどこなってるわけです。これをまとめてるのは EU なんですよ。これユーロも110円といえどもですね、このユーロの価値みたいなものは信じる世界の人種はおらないわけ。しかしこれルーブルはバカにできないだろうと、円もバカにはできないだろうと、こういう評価をする世界中の人種は多いわけだ。だから21世紀以後、どこが中心として栄え、どこの政治力によって世界体制が出来上がっていくか、そして軍事はどうなっていくかと予測した場合に、やはりロシアとの同盟という、これが非常に大きな力を発揮するだろうとはしゃべる。でそこでプーチンが4月から大統領としてスタートする。でプーチンはゴルバチョフによって失われた、いわゆるエストニア、ラトビア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、ジョージアからアルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタン、ウズベキスタン、トルコメニスタン、キリギスタン、これみんなこれ戻そうと今なってユーロシア共同体というものを今調印したわけです。どうしてもね、言いたいことはね、日本銀行とかね、日本円を作るプロセスなんですけれども、第二次世界大戦の時にそれは政府機関だったわけで、大東亜共栄圏のために、日本銀行全面的に必要なお金を潤沢に作ったんですよ。今逆に、日本円の中の奥の院のどっかに間違いなく日本円を入力する端末があるんですよ。そうじゃなきゃ円を作れないわけです。紙幣になってるのは全体の 5% もないから、その理論的にね、論理的に考えて分析した結果は、日本銀行が1000兆円を作りました。振り込みました。それで日本の借金チャラになったっていうことをやろうと思えば、論理的にそれをやらない理由はないんです。それは30年間の経済ジャーナリストの、知恵を絞って考えて分析した結論で、そこで起きる問題は今日本国債を持っている人たちのその利子の支払いと、元本の開始なんですけれども、利子の支払いというのは新しく日本銀行が、作ったお金で支払うことができる。それから、現金でその国債の分を返すことができる。それで日本の借金が一旦チャラになる。それは、歴史的な事例もいっぱいありますし、できます。ね、今の日本の金融の弱点は金融システムが破壊されたんですよ。これは、攻撃だった。ハイテクなアメリカのマフィアによる日本を足を引っ張るための、攻撃だった。それでその後ね、銀行を潰してからのわけのわからないハゲタカがね、日本のお金を使って日本の企業を買い漁ったんですけれども、その人たち今世界中から嫌われてて、今こう怯えてこう隠れてるところですから、いち早く人たちが違法に取った日本上場企業の株と銀行の株を返してもらってね、真面目に買ったものはいいよ。そうじゃなくて恐喝で盗んだもの、例えば大手銀行の株券の3割ぐらいそうなんですよね。ね、ミスターロカフェラーとかロスチャルドもね、人たちがね、日本円を作る権利は日本国家にあるんです。ユダヤマフィアじゃない。それを言うと殺されてきたか、今まで。今回はそうはさせない。なるほどですね。でそれでもって日本のその破綻
っていうのは起こるでしょうかって現在の今。いやだから破綻っていう言葉の意味ね、じゃあ例えば破綻したとしましょう。それで建物が消える、人間が消える、工場がなくなる、食料が消える、そうでもない。全部バーチャルなんですから。ただ仕切り直すという意味なんですよ。ちゃんと上手にやれば。下手にやって全部こう空中分解するんだったらそれはどうしようもないけれども、上手にやれば一発で勝負、もう全部きれいにできるんですよ。ただみんなこうなんか箱の中でしか考えないように仕組みからこう調教されてるんで、その全体は見えないんですよ、なかなか。ただいいことに今の財務省に一番日本の官僚が強い時期に入った人たちがトップになったんですよ。ちょうど1980年とか70年代後半とかの人たちが一番日本が元気だった時に一番優秀な人たち入ったから、そのバブル以降財務省に入った人たちはレベルが落ちるけど、今のトップ優秀な人多いんで、もうちょっとその想像を使って金融システムの再起動を考えれば可能です。枝野官房長官が何ですか放射能が出まくってる時に、いや安全ですって言ってご自分の奥さんとお子さんをシンガポールに逃がして、そういうことを平気で言ってた。こんな人間性持った人が国を動かしていってどうなると思います皆さん。それと野田首相、財務大臣の時には円高対策を本当は打つべきだったのに打たずに、首相になって今度は民間の工場に行って初めて円高が大変で民間のね中小企業の人たち苦労してるみたいなことを言う。何をこの野郎ほざってんだと私は思ったんですね。それと一番大事なのは国防大臣とかっていう人を全く話にならない、一番アサインしてはいけないような人を国防大臣、この大事な時期に国防大臣にするとか、財務大臣にしてもですよ、なんかこの本当に金融の超プロかなって思うような方じゃない方をちゃんとアサインしてやる。とにかくこの、首相は全ての権限を持ってる。その人の人間性、あるいは政治家としての資質がない、そういう人たちを仰いでいるこの日本は進展はないと思うんですよね。ぜひ皆さんたちもう一回このことを思い起こして、後々ですね、おかしいですよ本来ですね、そういう能力のない人が動かすということですね。僕は人たちの本音がね何だと思うかというと、外で起きている金融発見の戦いの行方を見てて勝ちそうな方に振り向く。それまでこうなるべくこう波風立たずにこう低い体勢だけど、そうじゃなくて今前面に出る時なんですよ。で現実問題として今、表の統計で確認取れるのはですね、今詐欺であると言われている金融発生商品の 96%、5 つの金融機関に今絞ってあるんですよ。JP モーガン、ゴールマンサックス、モーガンスタンリー、バンクオブアメリカと、HSBC で、その上は例えば HSBC はサスーンというアーヘン戦争やった連中とか、 JP モーガン、ロスチャールでしょ、でロッカフェラーとか、その人たちが今干されてるわけだから、変な金融発生商品して自転車操業やってるけれども、バズル3という新しい国際ルールに、参加できてないんですよ。もう決裂してるんですよ。で壊れてる、なかなか決着がつかないわけ、欧米においての金融戦争だから、日本が、立ち上げてこれから、円を作って全世界で大きな発展プロジェクトをやろう。例えば昔日本はフィリピンを西日本という近代国家に発展する計画を持ってたんですよ。今ぜひフィリピン人が待ちくたびれてるんですよ。やってくださいって言ってるんですよ。だからやってくださいと、世界中にできるんですよ。お願いします。もうすごい熱心な方がいつも来ていただいて、11時間っておっしゃったもんですから失礼いたしました。10日だそうです。でそれでは、私はここまでで、これからベンジャミンさんが真ん中に座って通訳なさってくださいます。それでは本日はこれまでです。どうも皆さんありがとうございました。